自分の思いの丈を言えばいいじゃん。いやまさに俺なんかいじめられたってお姉ちゃんさバンドに一生懸命で俺はこう言ってる周りはすごい年上が多いからでもそういう言葉を誰に教えられたの？先輩に教えられたの？どうしよう吉村俺だって働いてる俺は教えてねえよ。我が身で言うキーパネキーパネやっぱ違うんだよ。俺も言いたいことがたくさんあるんだけどでもさもっと俺だって一応考えて俺はこういう兆候がすごいよ。本日に限りましてニューアルバムのノーアルバムあるいは心の完全版本日お買い上げのお客様レシートをお見せいただければサイン会の方参加していただけますのでまだお持ちでないお客様ググってご参加いただきますようよろしくお願いいたします。鍋ちゃん打ち上げたい。あっちの人に頼む。鍋ちゃんね、打ち上げの幹事じゃないんだよ今日は。あっちの片付けてる人たちにこう言った方がいい。その前にその折り紙片付けなさい。折り紙片付ける。ご飯はっていう。なんかいやそのまま帰る。お疲れ様です。ありがとうございました。みんな集まる前にあれしよっか。契約書サインしちゃおうか。
まるちゃんにメールで「くるってご参加ください」みたいなの来て「なんでそれ?」何？お仕事した？そう今日さっきあー、お疲れ様です。最初に契約書を書いてしまいたく、作曲部、作詞部、特典用の。作詞をほとんど俺作ったの。金の話ばっかり。吉村久子で。頭きてる手震えて書けない。歯がいらない。いろいろ話したいことはありますが、一番最初にレコーディングの計算書をアウトします。吉村さん的にもしかしたら作業量と見合わないっていう感じの数字になるかもしれないけれども、これを踏まえて次じゃあみんなどういうふうに関わっていくかも含めて。それでいいよ。あと俺はその不満は不満だけど、ものすごい不満だけど、どちらかというとメンバー側の考えの方が、ほらこれをさ、はい13番ではいどうぞはいポンポンポンってみんな素直に受け取るのかっていうか、そんなんでいいのかっていう感じはあるけどね。考え方がもう今回のやり方としてはもうおかしいんだよね。この作業量の時間とこの入れ方と今のすっげえプロモーションしてる感じとかもあるし、なんかわかんないですけど M とかももしかしたら同じ風景になってるかもしれないですけど、なんか基本まあ吉村さんがやりたいようにやってもらいたいっていう学面でっていう感じなんですけど、そう思ってたんだけどそうではないってことなんですよ。勘違いしてほしくないのは吉村さんがプロデュースしてくれたことに対してありがとうございますって気持ちはもちろんありますよ。だからそれをお金のためにやったのか自分がプロデュースしたかったからやったのかどっちなんだろうなっていう。実際にでもお金も大事なことですよもちろん、はい、それはでもみんな一緒だと思うんですよきっと。あからさまにかかる時間とかもものすごい違うわけだし、だからそれに対して俺は一応付き合えるところは全部付き合ったと思うんですよ。責任を持たなくちゃいけないとかもう絶対責任歌詞作る作業の時俺は言ってたし、俺が作ってほしいって言われたのが作ったし、 TD の時も俺はちゃんと最後まで言ってたし、でも別にそれは誰がどうのこうのってわけじゃないよ。だって来れない人は来れない人の事情があるんだから。吉村さん大変なんでこっちも分かりますよ。前もって言ってんだからそんな気が前もって言ってんだから一回なんでね。俺のことを言うとあれやったこれやったっていうことに俺は別に何もしてねえからそんなタイプはない。でも自分で納得してるわけ。俺はやっぱりどうしても今の生活状況の中でそこでどっぷりそこには入れないんだよどうしても。みんなどうしてるか知らないけど本当にバンドもできるかできないかぐらいさ日常の方が大事だから。最近ね吉村がさ、ツイッターが忙しいってだからブログみんなやってくれって言うんだけど、昨日はねたまたまイースタンエースのライブ見たからさ、あ書いたんだ。だから夜中の3時ぐらいなんだけどさ、勘弁してくんないかなブログのスピード感って言われてメールが来て、一応リリースのさ今のこのタイミングで一生懸命やんなきゃなっていうのはみんながみんなそう思ってるとは思うんだけどさ、それはみんな分かってんじゃないなんかねでもベタなのも嫌だなって特にさみんな思うわけじゃないのよ。まあでもほら結局は吉村の価値観の中でいろんなことがさ動いてるっていうのは実際そうだからね、そこになんぼこうついていくかっていうか、そういうバンドを今やってるわけだからね。
なんで来てくんないんだって気持ち多分ねなんだろうなと思うけど、いやいや今入れることで精一杯ですっていうさ、そもそもさ俺バンドが良くなるっていう意味をさみんなとの温度が違うかもしれないんだよな。なんつうんだろう、売れりゃいいのかな。いや売れるのか確かにそれはいいだろうけど、そのために頑張ろうって言ってんだったらちょっと俺は温度が違うし、だってパーソナルな部分だからね、人個人がね、みんながみんな個人に反映させて別にいいんじゃないのかな思ったりするんだけどね。だってそうやってやってきたじゃん今までって。熱いなおい、返事くらいすろよな、熱いな手上げろ、手やるぞ渡したプッツァーズ87、8年だと思うんですけど、札幌に住んでいたうちの妹がですね、テープを2本送ってきたんですね。札幌にかっこいいバンドがあるからお姉ちゃん聴いてよと。まず驚いたのがブッチャーズはミッドで、しかもマーチなんですよ。2拍子、その遅いテンポでありながらものすごくアッパーなんですね。メロディーラインはすごいとっつきやすくてキャッチーなのにもかかわらず、なんかでも全く聞いたことのない何かになってたんですよ。なんか本当に衝撃を受けたのを覚えてますね。こりゃやばいと、東京に呼ばないといけないと。89年にブッチャーズの初めての塩ビの音源になるのかな、ストレートアヘッド2というのがありまして、ブッチャーズがストレートアヘッド作った後にドラマーが佐野くんから小松に変わって音が大きくチェンジするんですよ。そこでのショックがまた鮮烈だったんですね。すごいバンドだと思いました。サウンドとかリズムもそうだし、自分がよくその時にこう憧れて聴いてた欧米のバンドっていうのを自分たちなりに解釈したんだっていうのがすごくストレートに感じたんですよね。はい、ここで対バンをすることにいよいよなって、忘れないですね。メガシティ4が来日するっていうのをこっちで聞いて、ようちゃんがこう反応してきて、こうギターを弾きながらこうつまびきながら「メガシティ4来んの?」みたいなことを言ってきたのが確か初めて会話した。いでたちも全てかっこよかったですよ。デニムのエンジニアブーツの履き方も、髪型もアンプの鳴らし方もギターの持ち方とかも全てが僕の周りには今まで知り合うことのなかった人でしたね。知り合ったのは東京で知り合ったんだよね。北海道にいる頃はブッチャーズのことは名前は知ってるし音は知ってるけど直接話したことはなかったんで、初めて話したのがまさにこの2番ボルト。そうで、いまだに覚えてるのはもうとにかくレモンヘッズの T シャツガーンと着て、もうグランジ前夜で92年とかそれぐらいの頃にサウンドチェックなのに小松ギロッと睨んだりとかするような緊迫した感じのバンドで、ちょっとビビったの覚えてるよね。いや怖えなっていう感じだった最初。北海道にいた頃なんだけど、ここから俺全てがなんか変わったっていうか、ちょっと価値観が思いっきり180度変わったっていうか、まず聞いたことのない音だったよね。すごい発見が含まれてるし、エナジーもそうだしソウルもそうだしメロディーもあるし、とにかく札幌にいるブッチャーズっていうバンドがこんな音出してるんだっつってすごい衝撃だった。多くの人々に多大な影響、そして衝撃を与え、聴く者の魂を揺さぶり続けてきた、まさに日本のロック界最重要バンド、ブラッドサーティブッチャーズ。ようこそ。同級生ですよ。あ、ベースの森谷さんとは小学校から小松が後輩になる。そうです、地元一緒で、はい、北海道の留萌ってところなんですけど、はいはいはい、学年が4つぐらい違う。
結成したのはその、札幌でなんですよ、ブラッドサスティブチャーズは。でそこでバンドを始めて、で初代のドラムが抜けて、でドラムを探してる時に、小松に出会ったという、でその偶然その地元が同じです。そうです。元ナンバーガールの田淵さん、2003年にブラッドサスティブチャーズに入ったということで、これはどういったきっかけで入られたんですか？アルバムで1曲ギターを参加させていただいて、で弾いて、でそのアルバムのレコ発でギター弾きに来てって言われて、気がついたらライブ全曲弾いてって言われて、もう2週間ぐらいで十何曲覚えて、それからでツアーもやるからおいでって言われて、でそれも全部やって、で最終日にもうメンバーだよねみたいな。しかし田淵さんも普通にそれを受けるっていうのがまたすごいですね。僕が入った時と一緒ですよ。あ、そうなんですか。コンサートの時も僕何日練習だからってもうバスッと言われた。もう細かい説明はいらないと。なんだろう、 US ハードコアのイアン・マッケイ率いるフガジやレイジ・アゲンスト・マシン、そうそうたる海外の人たちからもリスペクトされてると。いやー、すみません、興奮しちゃいました。なんでも話がでかくなるんで。大体こういう鍋ちゃんがいて、あとはマークいて、その5人だね。6人満載っていうのはめったにない。4人だって最初の頃は全員乗ってたことはおはようございます。何時ぐらいに出たんですか、昨日？昨日ね、3時前ぐらい。ちょっと休もうか。耳が痛くなって。ちょっと飲みすぎちゃってさ、お医者さんにお酒やめなさいって言われたんだけど、君あと2年で死ぬよみたいなこと言われて。モニターじゃできねえよ。ボーカルが全然これ出そうね。ギターまだいましたけど。かわいそうだよ、あれは。だってしかも下手ってる。諦めちゃったよ。リハーサルやった意味一個もないんだもんだって。ゆうちゃんありがとうな。ありがとう。言うなよ。最高。ありがとうな。誰がどっか飲みに連れてってよ。リリース相当やられてるって。リリース相当やられてる。毎回ツアーの初日とかこんな感じ。自分でも分かってんだろう。でもそれをやっぱこう自分のせいにはしたくない。ボソッと言うんだよ。俺がおかしいのかみたいなことをたまにボソッと言ったりする。だったらさ、そうやって言えばいいじゃん。
昔から基本的にはそうだけど、でも昔はもっとシンプルだった。あとこのパターンの他に10個ぐらい考えてきてよ。俺もう嫌だもん。同じやんもう作りが。何にも考えてこないでしょ。俺のパターンは俺のパターンでボツにしてもらって全然いいからさ。あとは自分たちでなんか考えて1個ぐらい考えないと全然簡単なことで。今日のあれは芋屋さんに売ってたんですか？まあそうっすね。俺と顔合わせて喋んないでしょ。意味がこっちの糸と向こうの糸が噛み合ってないからね。まあなんか言ってあげればいいのかもしれないけど、俺も気の利かない男だからまあだからこっちもさ、まあ、力不足といえば力不足ですよ。なんかやっていかないかなと思うんだけどね。やっぱ一連の歌載せるでしょ。でも歌のことを考えてもさ、曲作りって本当俺なんかにしてみれば超難しくてさ、でそのこの後どう歌いたいかな、やっぱそこ考えちゃう。多分そんなの考えなくていいよって言うんだろうけど、逆にやったところでそれどうやって歌えばいいのか、そうなるっていうのを分かってるから。分かってるからここで楽しいはずの秀子の MC がいきなりダークモードにお前ら早いんだよテンポそういうわけなんです。私は秀子私は秀子早いんだよ本当。歌えるわけねえじゃんもう。半分が早かった半分が早かったすごい。そっからはもう全然抑えてたんだよ。俺ブラックアウト超遅いですよね。今までで最強に遅いですよね。いやでもなんか吉村さんがなんか歌気にしてたからすごいゆっくりやったんです。あれで早くやるのはちょっと困るな。そうなんだよ。でっかいタイプってクセモンなんだよ。変にスピーカーがでかいタイプってなんなのうが聞こえないとこ。あ、ジュース。いや完全に俺もうライブ中ずっとそれ考えてたよ。俺絶対やつあれと当たりだよな。だってほらマイクスタンドがなんかこうなって直したりとかしてたじゃん。でそういうので多分イライラしててでしょ。違うところでイライラしてるのをさテンポのせいにしてさ、それでよってさ俺のテンションが下がってさライブのなんちゅうのテンション感みたいなのがさ微妙になったらさ結果としてバンドにとってマイナスなわけじゃん。でそんなことして何の得になるのよって感じじゃん。それやっといて後でひこままがどうのこうのってさどっちなのって言ったよね。俺はもう今日気分悪いんだみたいな感じでさ昔だったら最後までやり通すじゃん。それはそれでいいんだよ。
この場を借りてレイジのザック君にありがとうと申します。はい、今日はどうもありがとう。日本人へどうもありがとうございました。ヤジも中途半端なんだよな。そしたらもっと言われた方がいや言われる人喧嘩売ってくるぐらいのもまだ面白いわ。でも怒って歌わないとずっと笑ってるわけにはいられないさ。状況それこそ俺バカじゃん。ずっとでも僕練習だぜああそうそうそうえねえよ。時間なんだよ合ってるじゃん。I'd seen you guys up in Olympia, Washington, at like a noise fest, like a long time ago. Olympia. Yeah. And then you guys played a show in LA. You guys played LA? Yeah, and yeah, he does some shows at the Jabber Jaw and all around LA. I saw those too. Yeah. Thanks, fellas. Thank you very much. All right. We'll see you next time. Bye bye. See you next. See you. Bye bye. ライブ見てたんですか？見られてた。当時はだからグランジのムーブメントで当時周りにいたコーパスグラインダーズとかあと西村シェイキとかがブッチャーズとコーパスを海外に連れ出すわけさ。日本からこの2つがバーンっていってオリンピアでライブやったりガンガンツアーを回ったりしてるのとかも素敵だなと思った。西村君が割と大きかったと思うんですね。 RBFI っていうレーベルを彼らといまして積極的にその西村君が東京でのブッチャーズの活動をフォローするようになり、ケイとかは本当に西村君のつてでしたから。All you Olympian boys, punks and metal kids, this is your anthem. We are the Bloodthirsty Butchers. Merry Christmas. 一番最初に俺がブッチャーズすごいなと思ったのは
ヨーヨーレコードかなんかアメリカのインディーズのコンピに入ってて、海外と同時進行してる感じがなんかまさにオルタナっぽく映ってたっていうことですよね。全く同等のものとして海外の中で扱われてるっていうのは、逆にやっぱ洋楽中心に育ってきたリスナーにとってすごく斬新だったというか、なんかすごくそれ単純に嬉しかったっていう。洋楽ファンにも訴えるようになったし、ちょっとまたそこで間口が広がったところで、多分その流れからトイズの話になったんだと私は理解しています。今思うと彼らは僕なんかより全然その先を見た大人っていうか、いろんな付き合う人たちとのコンセンサスをちゃんと持ってる人たちだったと思うんですよね。つまりその自分たちがこれからメジャー出してももちろん遜色ないしやっていくんだっていう意識がメンバーがみんな固く持ってたんじゃないかな。それまで何回か断ることにツアーとかで来てたのに、こっちにもう腰を据えてやっていくからにはっていう意気込みがあったからじゃないかなっていうふうには思うんですね。それが脈々と今でも続いてると思いますね、割と順調に見えるけど、でもやってた側として見たらそんな順調って感じではなかったような気するけどな。多分もっと東京来たらもっといろんなことがあると思ってたけど、なかなかなくてみたいなさ。相変わらず人は集まんねえし、そんな例えばビヨンズとニューキーでクワトロ満杯にしたとかさ、ハイスタがすげえ売れたみたいなのがあって、周りは結構そんなに売れていく人たちがいるし、まあ今でもそう変わらないけど、それはでも当時は若いからもっとそうだよみたいな風にはなってただろうし、でこうプライベートなところでいろんなことも起きつつ、多分モヤモヤしてたのがものすごくあったんじゃないの。ボロボロになりながらもこうなんかこうやってる先に心のみたいなのが出来上がったんじゃないのかなっていう気がするけどね。「
回はブラッドサースティーブッチャーズの3人の皆さんです。よろはい、しくお願いいたします。いらっしゃいっていう感じですけどね。なんかすごく濃いですよね。現在のこの3人のメンバーになったのが1989年、はい、つまり10年前で、はい、10年ですよ。長いですね。すごいでしょ。で、この10年やってきてメジャーって何やそれって何やってんのよ。何をこうやろうとしてきたのかとか、そのあたりの話をぜひ聞かせてほしい。もう本当ブッチャーズでやれることのすべの本当それだけです。それだけ。もうだから自分がギター弾いて3人がバンドをやるというか、パンクロックに影響されて、もうそれでしか言いようがないというか、自分なりの音楽でしょうね。なんかそのメジャーとかそういうことって意識してたりしたんですか。ちょっともうフィールド広げてみようみたいな。メジャーは当たり前に、俺田舎者だから本当に田舎のレコード屋さんでもちゃんとレコードが手に入りやすいというか、それが第一の理由。音楽的にも何か目指してるとかっていうのがなくて、3人がいるからできる音楽っていうか、常に俺たちだけしかできないみたいな、そんな大それたことは思ってないんだけど、たまたま3人集まった中でできる音楽を常にやっていければと思って。めちゃくちゃピュアですね。ピュアですね。それがそのまま音に現れてて、小松さんどうしたんですか。いや俺はピュアじゃないんだけどっていう笑いに見えたけど、今の笑顔めちゃめちゃピュアです。あ、そう。とりあえず全員クビにした方がいいと思うね。音楽業界のやつを一回なしっていうことから始めた方がいいと思う。だから電気止めちゃった方がいいんだよ。多少は金は欲しいけど、ものすごいもう本当に何がこうとかって何が欲しいとかっていう目的はバンドにとってそういう目的でバンドはやってないから、普通にさせててくれ俺は。考えてる時に人を褒めて伸ばすなんて、そんな素晴らしいバンドだったらもう今時成功してるよ。水じゃさ切ないですね。味しないもん。声が伸びくないよ。やりすぎだなこれ。
吉村さんいくつから弾いてるんですか？中学校。最初からギターですか？いまだに今日の間違いを見て分かる。じゃあお前らも分かってない。でもアコギ持ってフィンガーピッキングみたいなのやってるの逆にすごい意外でしたよ。でも歌えないんだよ、まあやりながらだと。歌えないんだよ。あれ基礎をやっとくべきだったんだよ、俺。友達の方が後だったからね、ギター弾いたの。すぐ追い抜かされちゃった。2人でっていうか、イモリアも一緒だよ。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終点留萌です。お降りの際はお忘れ物のないようお支度してお待ちください。過ごしやすいでしょ、3月だと。これも一応ほらうるさいからさ。たまらなくね、この俺好きなんですよ、3月のこのもうちょいで春になって寒いんだけどあったかいっていうね、この感覚。ずっと東京に行くか札幌に出るかっていう葛藤はずっとあったの。高校時代からバンドしてたし、どう思ってたのかな、これはいろいろな見解が俺と吉村の中で分かれるのかなって思いながら、なんだろうな、みんな札幌に行くからじゃあ札幌にしようかなって決めちゃった時点で、じゃあ札幌に行こうって。そっか。いいのかな、大丈夫ですか？大丈夫。どうも。どうも。すいません。だからあんたに珍しいの食べしてやろうと思って。なんか水筒みたいな感じの。水筒じゃないけどね。珍しく食べたくない。何十年も食べてないから。井森さんいつもお兄さんに送られてるんですか？ちょっとここのところサボってたけど。井森屋さんの曲あるんですか？いや今回はね、だから俺ほら割とミニマルでさ、ずっと永遠長いスタンスのが好きじゃない？だけど俺今ようちゃん歌うものじゃない。そうするとなかなかフィットするとこないんだよね。俺は長く使いたいけど、ちょっとつままれるとちょっと嫌なんだよね俺。ああそうなんですか。そうざっくり使いたいっていうのがさあったりするからね。ちょっとその辺からうまくやり取りできなくてもう任せようと思ってこれ個人写真ボンズなんだよな。そうだった？でも井森屋さん変わんない。変わんないでしょ？いやもうそれ最初に目に入っちゃったんですよ。本当俺見事にボンズの写真しかねえな俺。ほぼ丸刈りだからね、高校生活。これ一番大変だったんですよ。校長室まで行ってきましたから呼ばれましてね。普通の制服みんなね手にね首短くして。うわ出たー。すごいでしょこれ。これはちょっとすごいわ。どうやってその情報をね得てたんだろうと思って、メジャー版はでもねレコード屋さん買いに行くよ。アナーキーを聴いてみたりとかさ、パンクってなんだ理想はともかくサウンドがパンクってすごいらしいよみたいな。思い出話とかさ懐かしい話だけじゃさ、何でもそうだけどそれだけしていくわけにもいかないし、なんか発展的なことを考えなきゃいけないんだろうけどさ、そういうのはやっぱり田舎って厳しいよね。やっぱいろんな生きていくのは都会よりも厳しいだろうけど、もう海風はね、ほらここ何もないでしょ、ここ全部海だから。あるきっかけがあってね、毎年この時期は帰ろうと決めたの。毎年一緒だよ。毎年友達がね10人ぐらいさなんか集まってくれるわけで、普通にガキの頃と一緒のようにさ、酒はあるけどワイワイこうやるだけなんだけど、それがね無性に楽しくなっちゃってさ、なんか特に自分が特別ではないって、自分たちが特別ではないっていうさことをね
俺は実感したいんだよね。そういう輪の中にね、本当吉野の同じ同級生たち、同じ仲間たちなんだけど、考えてみれば昔から変わってんだよね、とっちゃんはね。まあ実はその友達が亡くなってからことがきっかけなんだけど、本当にこう濃密な時を一緒に過ごした友達だったから、その青春時代にバンドもやってたし、いやでもね、くだらんバンドだよ。お墓参りとか俺全くそう、まあほら先祖をこう参るとかさ、お盆にさ、まあしてこなかったんだよね、そういうことすらもね。もう全部ひっくるめてさ、悪いけどお前窓口でお願いしますと、あの世のね。
バンドなんかのね番長が集まってきた番長連合みたいなもんだ。我の強いやつらがさねあちこちから集まってきてそんなやつらがさ一つのものを作ろうとするんだよ。これはね奇跡に近いんですよ本当にバンドって。もうこれはリスナーっていう意識を一つ置いて単純にバンドをやりたい一人の少年としてブッチャーズに対する思いを正直に言うとやっぱり同じメンバーで、長い間なるべくなら死ぬまで続けるっていうのはバンドマンとしては一つの夢ですよね。やってることもちょっとずつ進化しながらでなおかつ、莫大に売れてはいないけれども全くから気人気がないわけでもないその横ばいみたいなことでバンドが続いていくっていうのは実は一番奇跡に近いんじゃないかなとはすごい思いますよね。そういう腐れ縁を持てるメンバーがいるっていうのは僕から見たらとっても羨ましいし第三者的に見てその運命的なものであるくらいだからもうやっていくしかないだろうっていうようなことを自分に言い聞かせてるのかわからないですけどあうんの呼吸っていうのをメンバー間で感じ取ってるんじゃないですかね。絶対楽しくない部分がすごいいっぱいあるんだろうなと思うからそこをみんなで笑いながら笑い飛ばしていってるからしかもね同じメンバーでずっとやってて、俺にはできないことだったしそれができるバンドっていうのはやっぱすごく憧れがあるっていうか絶対メンバーを変えずにこのメンバーでやるっていうそのまず発想とそれをやる実行力これは作曲やったり演奏したりするものとまた違った才能なんでそれを兼ね備えてるバンドだと思うしね腕のいいやつが仮にブッチャーって入れてくれって、ね、入りたいんですけどとかさなんかそんな風になってもようちゃん絶対首を縦には振らないと思うしそこになぜその久子さんを入れようと思ったのかなんでだろうね。ようちゃんはああ見えて自分の歌とギターを一緒にやることにどっかに何かこう不足してる不甲斐なさを感じてたと思うんですよ。彼の中にあるメロディーっていうのは歌に没頭したい箇所ってのあるんですよね多分ね。でもこのギターはもう他のやつにも弾けるわけねえなと。でもそれを伝えられるっていうのはやっぱり同性よりも愛するべき人なんだと思うんですよね。で彼にとってすごく愛するべき好きな方ができてこの子だったら僕のその魂というかソウルを伝わるんじゃないかなと思ったんじゃないですかね。分かんないですよそれは僕の憶測です。なんすか今なぞなぞやってるなぞなぞやって呼び出されたのこれなんすか吉村さん突然呼び出された入れ方もすごい良かったからただいまですね、日高さんをプロデュースに、僕ソロ、磯部正文ソロの一回今の聞いてみましょうレコーディングをしていまして久子ちゃん弾いてくれててで今日は遊びに来て吉村さんはプレイはしてないんですか。そういうことだったんですね。なんで吉村さん何の説明もなしこれ全部吉村さんがブッチャーズっていうのは本当に奇跡のトライアングルだったんですよね最初はね。俺やっぱ一番印象的なのは2000年のエアジャムの時かな。基本的にはやっぱりみんなアッパーなバンドを求めてる中ブッ
チャーズに関しては、ダイバーモッシュするもしないもあなた次第っていうその姿勢もすごかったし、本当に怖い人たちだからそうなのかなと思ってたら、実際会って喋ってみると結局はものすごいシャイな人たちなんですよね。でやっぱブッチャーズに対して「イエーイ!」とか言っちゃいけないんじゃないかっていうノリがリスナーとしてもあったと思うんですけど、やっぱりブッチャーズも人の子だし、そこに対してはやっぱ素直に実はイエーイって言っても全然大丈夫だし、全然モッシュやダイブしても全然 OK だし、でやっぱそれを言えないシャイさをあの人たちは常に持ってるんだなとはすごい思いますよね。ただ一個だけ思うのは田淵さん、ちゃこちゃんはシャイじゃないんですよね。あの子はもうただ単にああいう人ですよね、最初からだから逆にブッチャーズにハマったのかなとはすごい思いますよね。そのシャイさをなんか割とちゃこちゃんが今うまく中和してくれてる感じはすごいしますね。そんなすげえ驚くわけではない、なんとなくそういう空気はあったし、吉野さんがいいと思って行動してることに関しては別になんとも思わないけど、もともと伏線っていうかさ、レコーディングに参加してもらったでしょ、こうやるんですね。でツアーっていうかさ、ライブやってもう違和感を感じなく、むしろこれはなんせほら俺と吉村の乱雑なものを割と整理してくれるような意味合いのさ真ん中に入ってさのがあったから、逆にやりやすいし違和感なかったし、いいんじゃない、だからメンバーになりますっていうさ、でもいいんじゃない、別に何の引っかかりもなくさ俺はね迎えてるから、3人でやってる限界ではないとは思うんだけど、3人でやってることとはまた違う何か要するにこう火に油じゃないけど、何かそうスパイスなのかわかんないけど、何か違う事件を起こしたくて入れたんだとは思うけどね。逆に3人時代とかってさオールドブッチャーズとか言うけど、俺の頭の中にはもうそれはないから、だからちゃこちゃんが入ってからとかさ入ってきてからとかそういうものもない、もともと4人バンドだったでしょぐらいな感じでやってるから。そういう3人の方が好きだとか田淵いらねえとかあんま気になんないんですね。そんなに気になんない。なんつったらいいのかな、気にしてないっていうよりはなんかド M なのかド S なのか分かんないけど、割と良くない自分にとって良くない環境の方が割とやる気が出るタイプなのかもしれない。この野郎ってそうなんですよ。僕ねブッチャーズに入った時にこの人たち売れる気は1ミリもないんだろうって思ってたんですよ。見ててそう思ったから。そしたら結構みんな売れたいって思ってるんだなっていうのが結構入った時のショックでした。これ脱ぐだけだから。これでいきますか。でも僕すごいびっくりしたのが、なんか最初ツアー3本だけついてきてって言われてついてった時に、で10時集合っつってホテルのロビーに10時集合して待ってるんですよ。でも吉村さん全く降りてこないんですよ。でも誰も別に電話かけないし呼びに行ったりとかしないんですよ。みんななんかのんびり待ってるんですよ。結構そういうのって初体験だから、今何の時間ですかみたいな、僕にしてみれば今何時間、この時間何みたいな、早く呼びに行った方がいいっすよみたいなって思いつつってしてて、で1時間後ぐらいに吉村さんが「いやもうシャワーのお湯がなんとかかんとか」って言いながらこうやって降りてきたんですよ。そしたらみんななんか「あ、ようちゃん来た」みたいな、ちょっと嬉しそうなんですよ。何この人たちって最初すごいショックを受けた。売れるわけないじゃんって思いました。もう慣れましたね。そんなになんか僕結構人に合わせられるんで
練習は足りてるから俺もう練習しすぎてダメだ。練習しすぎて練習してずっと歌ってたよ今。寒い寒い。ちょっといいよ全然。ちょっときつい。マジかよってこの歌詞見てマジかよって恥ずかしいな。イントロも何もしないでいきなりギターソロになるっていう。そうそうそうここはね。そこちょっと友達弾いてギターソロ。ギターソロ。うん。俺弾けねえ。俺とお前それぞれの道遠く離れてもたとえ何年会わなくてもここ最近の追い上げがすごいね。追い上げね。追い上げ。後がないから。いつまでできるかわからない。そういう感じで言えば切ないのずーっとやってるからね。意識してるってことあります？みんなのバンド。もちろんありますよ。あるある。例えば海外行くでやる誰々と今度ライブやるみたいだよとか、そういう普通にねそういう話はするし、気になってるっていうことですよねみんなで。お邪魔します。すいません。札幌の頃のやつさ、もうとにかく片っ端からなんとなく撮っててさ、当時の4年ぐらい分のねライブがほとんど札幌の。みんながさ、ようちゃんさえ帰ってくればって言うんだよね。ようちゃんが帰ってくればなって言っててさ。左の方は誰なんですか？みんなの仲間、留萌仲間。でも死んじゃった人。富士山。そうそうそう。久しぶりだな。やろうぜ。これが吉村さんが東京から戻ってきて打ち合わせをやった最初の。そう。ドーツ店もそのスキャナーズイースタンももうこの時はいて、ようちゃんが帰ってくればっていう札幌のそのパンクシーンがなんかね、ようちゃんがいなくてみんな寂しかったんだと思う。あの辺の人たちがごっそりその東京に行った時っていうのは、あの時面白かったん、すっごい面白かったな。お客さんもね、何年か前からねむちゃくちゃ来るようになって、みんな食おうと思ったんだと思う。その時このまんま食っていこうって東京にみんなで行こうってことになって、すごい集団状況だったの。ほとんどのバンドがスラングだけみたいな感じで残ったのが、俺ら通用するって思ったんだ。みんなね、東京で絶対通用するはずだって思ったから、札幌ではもうお客さんも入るようになったし、次の感じがやりたくなったんだと思う。みんなずっと意識し合ってると思うもん、その頃の友達って。だってみんな一緒に勝負に出たんだもん。じゃあ大丈夫ですか？どうしたの？風邪か。マジですか？そんなにひどいんだ。喉ですか？わお。調子悪そう。やってみてちょっと風キャップなんか立てないとこなんとか。そうだよ。昨日夫ぐらい立てなかった。完全に勝手に。病院行ってみたら見てもらった方がいいよ。ちょっと夏バテみたいになっちゃったさっき。すっげえ暑かったんですよ。屋根上も
置いてる。いや一応置いてる。酒じゃねえ酒だ。大場。いいチコ募集ですね。友人たちの勇姿は見に行かなくていいんですか。ああ、まあそれだけ。花があるね。まあどちらにでもさ、酒は花だから。咲いたもん勝ちですよ。お疲れ様。ないんだよ。これいいか。やる。お疲れでした。お疲れでした。大丈夫ですかね今日は。まあちょっと来たらやるしかないんだから。やるぜー。ご飯食べてる場合じゃないよー。もうちょっと人集まらないとやらないよー。フランスの新聞社です。とりあえずお水です。あ、やばい。ペダン、ほら。ゲロ出るわ、ゲロ。ゲロ出る。大丈夫だよ。ペダン。救急車呼ぶの？マジでマジで。もうやばいよ。ビール駆けつけ飲むからじゃないの？その後にいちこも行ったし。あ、行ったんだ。そうか。飲まなきゃいいのにね。絶対風邪じゃない。本当に死んじゃうよ。え？吉村さん、なんか飲み物とか持ってきます？ある。大丈夫。でも実際走りたいから走るだけで社会は生きてこれいけないわけじゃないでもさ、走りたいから走ってる人にぐっと説得力があるんだよ。今日見たさルッチャーズのプレーも俺はそういうふうにそれはさ俺ヤクザのプレーだなっていうふうな言い方したけどそういうふうに言ってもいいし別の言い方してもいいけどやっぱりさなんか面白くてさそうしてやって生きてさやっていかないと何にもどうにもならないんだもんだって松小松っていうけどこんなに長つけなと思うまあ嬉しいっちゃ嬉しいよねなんかそういう友達がいるからね心強いよね確かに、あんましょっちゅうは会いたくないですけど、吉
飲んでたみたいですよ。なんかそのまま結局寝たもんだろう。風呂は一緒だったの。俺としげちゃん入ってて、吉村さんとソラシドが来て、ライブに関しては何も言わなかった。まあ風呂入ったら入ってきたから、まあじゃあここでちょっとするとちょっとこういろんなものが洗い流せるかなって、納得いかないことは納得はいかないっていうのはもちろん言うけど、でもそこはリーダーとしてあなたのそこは分かってるからって、そこを立てないわけじゃないね。でも今や昔からなんですか、吉村さんって。超リーダーシップを発揮するようなタイプだと思いました。周りはそういうふうに見てるんですね。やっぱ3人の時吉村なんかね、あなたが知らねえよ、俺も知らねえよってなるし、小野さんも知らねえよみたいな3方向にわーって言って、その引っ張り合ってる感じっていうのがなんかこう変ななんか、まあそうですね、それがぶっちゃうあれになってるとこがありましたからね。まあ4人になっていいっていうのはある。いろんなバランスが変わって、例えばメンバーが別々でこう移動するみたいな、ライブ会場に入る別々の時間帯で、それによってなんか違う空気感が絶対に生じる。それを踏まえた上で吉村さんが行動を取ってるんだったら、でも4人でやっとこうって決めたことなんだから4人でやろうよ。どう思われようと。今日は何言われるんでしょうね。何言われるんでしょうね、皆さんね。何言われるの、このタイミング来るからもう俺頭きちゃったわ、ほんと。せっかくこれからもう悪いことしか頭に出てこないじゃん。このタイミングで応援するんだったらいいよ。どっちかなんだよ。応援するか俺の怒りに触れるか。俺の怒りに触れる前に、俺がダッと出る前にメンバーが出てほしいわけよ。だから俺昨日考えてたの絶対わーってなるよ。お疲れ様です。急にやっぱり集まってもらってるから、そんなにどんな話だろうってみんな思ってると思うんですけど、ぶっちゃけあんまりこう景気のいい話でもないんですけど、単純にリバーランをこう進めていく中で渡辺の給料が毎月あって、でその維持費みたいなことっていうのをぶっちゃけ厳しくなってたっていう話なんですよ。であんま大きい会社じゃないんで、どっかから融資をしてもらうとかっていうこともやっぱできないんですよ。個人的な借金で回してたんだけど、それもちょっと限界かなって感じなので、この間もう多分これ以上の資金繰り俺できないって話は1ヶ月半ぐらい前に渡辺にして、でどうするって話をしてからちょっと時間が経ったんですよね。渡辺としてみればやっぱりメンバーと一緒に話をしたいと、みんなで話したいっていう渡辺の話があって、ちょっと集まってもらった。でもこのタイミングね、これからさ夏の大変ないい時になんかこんな話したくなかったんですけど、やっぱりちょっと早い方がいいかなと思って、俺的には、ちょっとね本当にこう自分的には情けなくて申し訳ない話なんですけど、なぜ仕事を作らないんだよ。仕事を作ればいいっていう。仕事をしてみんなで何とか自分らでも仕事を作ればいい。仕事を作ってくれるかっつったら、はてなの部分はずっとあったし、俺らもう2年前からそれをもうすごい心配してて、給料もらえるわけじゃないし、預かりでどっかに行こうか、あれしたけど、プライドとして一緒にやってきてる中で、今のに対してのその敬意っていうのもあるし、でそういうのも捨てきれないわけよ。でやっぱやっていこうって、なる中で、だからやっと今こう埋めてってスケジュールを1日でも埋めよう。手伝っていたいって気持ちはあるんですよ。それでも
今お金がないって言ってるけどさ、手伝っていたいる分でそれ構わないし、みんなが働いた金の具合で彼女が増えてくれたらもうそんなにいいことはないですよ。俺がリバーランから自分のお金をもらおうと今してないから、そうなってくれればすごくいい状態になるんだけど、多分そこで厳しいから彼女は働かなきゃいけなくなるかもしれない。このまんまじゃいけないってね、何かを変えなくちゃいけないだろうけど、上の人間がね、なんかいてくれるといいんだけど、上の人間からああいうふうに言われると切ないね、俺も。変わってありがとう。お金があればいいんだよ。でもしょうもないもんはしょうもないけど、俺らはもう常にバンドストップできないっていうその精神の中やってるから、そのためにはどうしたらいいっていうことを考えると、働きながらでもいいしっていうのはあるかもね。なるほどな。でも、まあ仕事は作るしかないんでストップしてられないんで、このバンドをとにかくこうやるっていうのがまあ本当に一つの俺の理由っていうか。舞台のツアーにご参加いただきあざっす。蓋を開けてみたらこんなに人いるんじゃん。早くチケット取って。こんなに入るんだったらさ、最初から教えて。ブッチャーズのそのイメージっていうのはその緊張感とかそういうのもあるんだろうけど、最近その俺が大変緩くなってしまって、それ聞くかもしれないんだけど、その辺を楽しんで、演奏はストップにしゃべりはこうこんな感じでよろしく頼むわい。の方がいいのかな、これ。だいぶ秀子が安定してきたよね。沖縄にはその太陽を望んできたわけだが、どうやら手でなくて秀子はちょっと不機嫌なみたいだ。秀子はごめんよ。秀子の声が足りないわ。生きてることです。いつ死ぬか分かんないんだからよ。パンクはパンクなんで、笑いながらもうカラクサーと思って、それが生きる道や。何を飲んで語ってるんだって、もう飲み会じゃねえんだよな、これな。気持ちよくできました。テーマはリベンジなんですよ。すでにリベンジなんですよ。ライブでさ、演奏する時ぐらいしかさ、いわゆるこう見栄を切るところがないわけじゃないですか。
sometimes we love discussion. We love Taiwan. How to project? 请多关照。どうもありがとう、先生。めっちゃ声がた。このアルバムのツアーではビビたるものに新しいお客さんが増えてくると誕生するし、だからこの間その吉祥寺で吉野で話したけども、まあ作ってる最中はこういろいろごたごたどうなんだろうと、俺もさこんなに歌の方に行くのってさ、なんかどうなんだっていうふうに思いながら手探りでやってたんだけど、でも結果ね、まあ、いい悪いじゃなくて、作品に対しての評価っていうのは答えっていうかさ、間違いではなかったんだけどね、まあ、答えはさある程度ある、それは伝えているある伝えたのだから間違ってないんだよ。間違ってなかったんで吉村にやろうと思ってやったことは間違えてもなかったっていうの。でもなんだかんだ言いながら吉村ってやっててさ、生かされてるところがね大きいからね。俺のベースなんかほらねどこ全然使い物にならないから本当にね、よそではね。アーティストとかさミュージシャンとかね言われ方をするでしょ、俺ね嫌いなの。そうやって言われたくないんですよ。強いて言えばねバンドの人っていう、俺の中ではね自分の中でもう単にバンドの人なんで、バンドをやる人でいいんだよね。ミュージシャンでもアーティストでもないバンドの人でもいいお疲れ様でした。裸になってたら裸になってみんなちょっと言いません？写真撮ってください。あった方がいいよ。もったいないよ。好きなものは結局やめられんのですよ。好きなことで飯を食えればそれはリベンジ。もちろん音楽だけで生活できる。そこで生んだそれが分かんない。やっぱり俺すげえと思う。きつくてもいる人っていうのは多分何とかしちゃうんじゃない。今やっとリベンジっていう言葉が自分に対してすげえ復讐っていう言葉がなんかある意味すごいいい意味で頭の中のテーマにあって、何年かかってもリベンジしてやる。ジェーンジェーンって2発目ってそれだけすっぽ抜けてるの。最近ずっとすっぽ抜けて聞こえるんだけど、なんか2発目は歌打ってない。2発目は打ってないです。この前から2発目なんか中途半端に入ってるのいっぱいあるよ。まあさっきは間違ってます。いやずっとなってた。ずっとなってる。じゃないとそんな気づくわけないじゃん。発表してる時で今はない方がいい。じゃないとそういうふうに言わないじゃん俺だって。ずっと思ってることだから言ってる。吉村さんももちろんテンポあるじゃないですか。吉村さんが早いと思ったら、まあ、もちろんその通りだと思うんですけど、お前終わって何かにどうだったって聞いたら結構ゆったりやってるからなんか時間内に収まるか心配でしたよとかって言ってたんですよ。俺は今井ちゃんに早いって言われて、2曲目が突然早い。
だからまあ今井ちゃんは分かんないですけど、まあ、吉村さんが早く帰ったんですね。俺が思ってるより遅い方がいいってことですかね。でも早くても乗りやすいリズムとかこの間はやりにくかった。いや早いのを気づいてないから。まあもちろん自分ではちょうどいいのかなと思ってやってるテンポだと吉村さんにとっては早いってことですよ。違う、その時がそうってこと。早いことを認めないじゃん、全然。早いって言ってんの。まあいやもちろん言われたら落とすじゃないですか。今日もそうなんですけど。別にそれが悪いとは言ってないよ、俺そう。この前の実際の演奏、それが悪いとは言ってない。早くてそれを気づかなかったらあからさまに俺が歌えなくなる時ってもう目の前にもう見えてるのよ、どっかで。早すぎたらやっぱ歌えない。まあなるべく吉村さんのをずっと見ながらやろうとは思ってるんですけど、さすがにずっと見ながらやれないから。俺何回もやってるよ。でまあやっぱ気づかないと「早えよ」みたいなこと言われるじゃないですか。そしたらやっぱりちょっとテンション下がるんですよね、ライブ中に。じゃあ言わないようにするよ、自分完璧にしてくれ。それはできないから、まあちょっともうちょっと違い言い方がしてくれたらちょっと気が楽になるなと思って。別にこういうふうにいつもやってるってステージから見てみえよ、もうほんと。どうかしら私どうかしら。あとブッチャーズのその音圧とまたその大事なリズム隊がいないっていうのと、またそういう違いも楽しんでもらえたらなとは思います。だからそのリズム隊がいないからこんな自由にやってるなんてことはそんなじゃなくて、意外にこうやってると意外にリズム隊っていいなって思うのが本音でやりながら大事かなとかって本当は思うんだけど、まあその分自由を満喫してます、一人の時は。失敗しても俺のせいだし、まあ人に「お前こんなやろ!」なんて言えもしないし、俺で失敗して「あごめんなさい」って一人で謝ってで自滅自爆いいもんあれ今自爆でこんなんよ秀子は。私こんなんよほんと。秀子もお前よ。バンドを良くするためにっていうのがもう何しろ全部の前提だから、そこでわざわざ悪役を買って出てるわけじゃないですか。それは大変だと思うんですよ。やっぱこの人がリーダーってすごいそういうのがあるバンドはそうだと思います。でメンバーがどこまでもちろんお互いなんだと思うんですけど我慢するかみたいな、あんまり怒りすぎは良くないなとよく思うけど。19からだから半分以上やってるわけだからさ、まあね意地とかっていうのもあるのかもしれないけど、まだ何かあると思ってるからなのかもしれないけどね、やるかやらないかって言われたらやっぱやるのよ俺は。やらないでね、おじいちゃんになった時にさやっとけばよかったなとはさ思いたくないもん俺。なんか文句言われてあんなこと言われたけどやっといてよかったなとかって思いたいからさ。今のブッチャーズはさ十分私たちをね食べさせてくれるような状況ではないって言った時に、だけどこれはやろうっていうふうにみんな思ってるわけだからさ、なんとかやっていけばいいだろうし、売れなくて腐るっていうのはさ CD 作ってね、例えばね作って売れなくて腐るってその感覚はね分かんないっていうか、だってさ
完パケした時にさ、やっぱ毎回思うんだよ。最高の一番いいの最高にできた、いいのができたと思って発信するわけでさ、もう結果とかじゃないはずだったんだよね、本当はね。売れても売れなくてもさ、いい作品作ったんだっていう風に胸張ってさ、凛とこうやり続けるっていうことがさ、大事なんじゃないかなって思うよね、やっぱね。まあ生きてだな、生きていくしかないんだよ、本当プロデューサーシップちゃって、そこしかないんだよ。もう東京でも、北海道から出てきてるんだけど、東京でやってんだけど関係ねえんだよな。もう生きていくしかないんだよ。なんとかやっちゃう。ちょっと本当にぶっ殺していつもそんな感じなんだけど、いつもいじけてるんだけど、今年の夏はまあ本当、まあその中の自分もう43でバンドを始めて、そこのバンドを始めて23年経つんだけど、そんなんでもまだ新しいの作りてえなとかって思ってるわけで、何年かかけて作るとは思うんだけど、なんかそういうようなことにさせられる、なんか仕事じゃない、こうなんかこうメラメラと燃えるこの精神状況っていうか、そういうのを大事にしたいなとかすごい思いますね。だからくたばらねえぞっていう。このバンドをやってる上の宿命感があるわけ。多分メンバーもみんな自分のバンドの魅力じゃないかな。音を出してる時の魅力っていう、そこに尽きるんじゃないかな。この間ね来た時になんか久しぶりにゆっくり話せたんだけど、なんでここまでやるのかって言ったら、まだ全然分かられてない、世の中に分かられてないからやってるんだと思うって俺は、やっぱそこに大きなようちゃんのなんで分かってくれないんだっていうのが、俺の音楽をなんで分かってくれないんだよ、世の中十分評価されてると思うんだけど、でもこんなもんじゃないってようちゃんが思ってるの、自分のやってきたことは。だから悔しくてやってるんだみたいなこと、ちょっとびっくりした。なんか分かりそうで分かんない感じでしょ、それって。俺前回2年前に出た時ここで混乱してステージから帰っちゃいました。どうしてもリベンジしたくて、とにかく俺の無題を出してからのこの心情っていうのは復讐なんだよね。リベンジっていうか、日本語で言うと復讐っていうか、良い意味で捉えてね、やり返すわけじゃないんだよ。やってやるさ。
アルタイムですよ、伝説になっちゃダメなんだよ。ということは生き続けなくちゃいけないってことだろ。泣きそうになりましたマジで。まだ生きてるか。この先には何があるのか。まあ本当に人に迷惑をかけるかもしれないですが、人に迷惑をかけるかもしれないですが、人に迷惑をかけるかもしれないんですが、一つブラッドサーシティピクチャーズのことをこれからもよろしくお願いします。
Working